はい、今回使用するのはセリアさんで購入しました七色彩色。これを使用していきたいと思います。これはカラーナンバーが11番です。アクリル 85%、ウールが 15%、30g 玉の54メートルあります。で、使用のかぎ針が8号から10号の指定になってます。これは薄いグレーの色になります。はい。で、その他に使用するのが、段数マーカーと閉じ針とハサミ。それからかぎ針はですね、8号針 5mm を使用して編んでいこうと思います。はい、それでは糸端は糸処理できるぐらいに残していただいて、ここから鎖を6目編んでいこうと思います。1、2、3、4、5、6。はい、6目編んだら鎖を1つ立ち上げます。で、立ち上げたら2目目のもう下半目に入れていこうと思うんですけれども、下半目に入れてもらって、ここで引き抜き編みをします。一回引き出してきてから、この最初にかかっているのをもう一回引き抜く。で、次の目の下半目に入れます。で、引っ掛けてきて、で、最初の1本をまた引き抜く。こんな感じでもう最後の目まで編み入れていきます。はい、最後の目まで編み入れてきました。そしたら鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。で、裏を向けるとここの上に鎖がずらーっと並んでいるのがわかると思うんですけど、この鎖の今度上半目、ここを拾ってまた引き抜き編みをしていきます。で、鎖を立ち上げたのがこの目になるので、6目って数えたらわかるんですけど、1、2、3、4、5、6と6目あると思うので、これは立ち上げた目です。その次というかもう最初のこの鎖のところに入れて、上半目に入れて引き抜き編み。で、次その次の上半目に入れて引き抜き編み。っていう感じで端まで編んでいきます。はい、端まで編んできました。そしたら次3段目、鎖を1つ立ち上げて表を向けます。今こんな感じになってるんですけど、今度もこの鎖が見えているところのこの上半目を取って編んでいきます。で、今ここが鎖を立ち上げたところになるので、この鎖のとこですね。ここのところに入れて引き抜き編みをしていきます。もうずっとこの上半目を引き抜き編みでいくっていう感じなので、はい、編めました。そしたらまた鎖を1つ立ち上げて4段目裏を向けて引き抜き編みで、ずっと仕上げていくっていう風な感じでずっといきます。はい、引き抜き編みで90段編んできました。長さを測ってみたいと思います。約なんですけれども 41.5 ぐらいですかねの長さになってます。これでですね、今からここまた引き抜き編みにしてこの編んだものを輪っかにしていこうかなと思います。はい、それではですね、今こっち左にこの糸がついてる状態です。で、こんな感じにこうなってるんですけれども、これを2つにこんな感じでピタッと合わせるようにしたいと思います。で、ここを見ていくとわかるんですけれども、1、2、3、4、5、6と6目あると思うんですね。で、こっちのところも見ていくとですね、ここに1、2、3、4、5、6と6目あるので、まず最初にどこから入れるかなってわからなかったら、数を数えてみてください。1、2、3、4、5、6。こっからだなって入れるところ、合わせるところがわかるので、まずはそこのところを確認していただいて、で、上半目と下半目と一緒に合わせていこうと思ってるんですね。こっちのところは、こっちです。この一番上の上半目、最初はここを拾ってたと思うんですよ、上半目。
今度はこう上半目じゃなくてすいません、下半目ですね。こっちの下半目。ここを拾って今度は編んでいこうかなと思います。はい。で、こっちの方は、最初編んだ時に下半目が残ってると思うんですよ。こう見るとわかるんですけれども、ここのところ、一本一本こう、残ってるところですね。ここに入れていこうかなと思います。はい。で、まずは鎖をまず一つ立ち上げて、こっちの方は下半目。こっちから見るとちょっと上の方になるので、上半目か下半目かって感じなんですけど、こっちですね。鎖のこの右側の方。これとですね。で、もう一つの方は、先ほど申しました通りに、ここから数えていきますね。1、2、3。こっちから数えた方がいいか。1、2、3、4、5、6。ここですね。ここのところに入れて、で、これで引き抜き編みをします。で、これでまず一つできました。で、次の目はここになるし、こっちの方っていうと、この隣になるので、ここになります。で、引き抜き編み。で、すぐお隣と、で、またお迎えのところ、引き抜き編み。っていう感じで引き抜き編みで合わせていきます。はい。これで引き抜き編みで引き付けられました。こっちの方はこんな感じで、こっちの方はこんな感じになってます。はい。で、これなんですけども、こっちに下に糸がついていて、糸処理できるぐらいって言ってたんですけれども、こっち側から編んでいこうかなと思います。で、せっかくこっちに糸がついてるので、こっちからでも編めるんですけれども、こっちを編みくるみながら、で、こっちをもう糸処理しちゃおうかなと思います。何が違うのかっていうのも、あまりそんな違いはないんですけれども、まあ、入れるところがこっちの方が分かりやすいかなっていうだけぐらいですかね。こういうとことか、こういうとこに入れていくんですけど、こっちの方がなんか綺麗になってって、こっちの方が結構ブワッとなってるんですよね。こういうとことか、空いてるところが。で、この段々もあったりとかするので、こっちを綺麗に見える方にして、こっち側から編んでいこうかなと思います。はい。なので、糸処理できるぐらいに、ここをカットしておいて、それで、後で糸処理しようかなと思います。はい。こっちの方がちょっと綺麗ですよね、こっちが。で、こっちの方が結構ボワーっとなってるので、やっぱりこっちを編むような感じにしていこうかなと思います。はい、それでは最初に編み入れていこうと思っているのは、ここですね。糸端のこの穴のところ。ここからも編み入れていこうかなと思います。ここにかぎ針を入れて引っ掛けて糸を引き出していきます。で、こっちの糸端もと一緒に編みくるんでいこうと思うので、少し残る程度で大丈夫です。で、もちろんついてるとこですね。鎖を編む時の糸端もこれも編みくるみながら編んでいこうと思います。で、今から編む編み方っていうのが長く引き出した長編みの立ち上げ方法っていうのでも全部編んでいこうと思ってるんですね。この上から全部長編みで編んでいくので、その方法でやった方がつなぐところがすごく綺麗に見えるので、どちらでもやっていこうかなと思います。別にやらない方はもうこれ鎖を3目で立ち上がってっていうのでも全然大丈夫です。で、この詳しいやり方は下の説明欄に貼ってありますので、よろしければそちらの方をご覧になってみてください。はい。それでは、ここですね。立ち上げ方法。この長く引き伸ばす立ち上げ方法で、立ち上げて、ぐるっと引っ掛けて、今のところですね。もう一回ここに入れます。で、糸端をこんな感じで上に置いて、これで立ち上げます。ちょっとやりにくいかもしれないので、もう最初は普通に立ち上げてもいいかなと思います。鎖3目でも。はい。で、次編み入れていくのが、かけてからですね、長編みなので、すぐ横のこの段のところ、ここですね。ここに入れて、ここが鎖みたいになってるところで、その隣のところ、ここに入れて、編みくるみながら、これで長編みを1目編みます。
はい。で、その次なんですけれども、1個飛ばしで、2目入れて1個飛ばし、2目入れて1個飛ばしっていうので入れていこうかなと思ってます。で、入れる場所が、ここのところ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 って、こっちの方が見た方が入れる場所が分かりやすいんですね。こっちの方より。で、今、2つ入れました。そしたら次のこのところは飛ばします。で、次入れるのは、この段の間。そしてこの鎖が連なってるみたいなところのところ。で、2目入れたら、次は飛ばす。2目。こことここを入れたら、次は飛ばす。っていう風な感じで編んでいきます。今、2目入れたので、次は、ここは飛ばしますね。で、次入れるのが、この模様になってるところのこの間です。ここに長編みを編み入れます。で、そのお隣に入れる。で、1個飛ばしたその次、ここに入れる。続けてすぐ隣、この間ですね、ここに編み入れる。っていう感じで、1個飛ばし、2個入れたら1つ飛ばす。2つ入れたら次飛ばす。っていう感じでぐるーっと編んでいくと、ちょっと目数が合わなくなるような感じになっていくかもしれないんですけれども、最後が63目になるような感じで調節してみてください。はい。で、まず2、4、6個入れたので、次飛ばしたその次っていう感じで編んでいこうと思います。はい、60目まで編んできました。あと、こんな感じで、3目分入れなきゃいけないんですけれども、61、62、やっぱここで63にしちゃいたいと思います。ここで61、ここで開けて62、ここに62にします。62、2個開けてなので、2個開けて1個開けて、で、61、62、63がここですね。ちゃんときっちり合うかも。はい、63。で、あったら、最初のこの立ち上げのところ、ここのところに引き抜きます。ちゃんと入ってない。ここに引き抜きます。で、ちょっとキュッと締めて、これで1段目終了になりました。はい。それでは次2段目なんですけど、2段目は普通に細編みを1つずつ編み入れていきます。鎖をまず1つ立ち上げて、引き抜いたところにまずは入れます。で、もしもわからなければ、ここに段数マーカーつけとくと、ぐるっと編んだ時に分かりやすいかなと思うので、さっきのところもですね、1段目のところも引き抜きやすいように、目印でわからない方はつけておいてみてください。で、その隣に、細編みでぐるっと一周ここは編んでいきます。はい、ぐるっと一周編んできました。そしたらですね、次3段目に行きたいと思います。はい、それではここから本格的に模様編みに入るんですけれども、まず立ち上がりは同じような感じで立ち上がっていきたいと思います。引き抜いたところに入れて立ち上がりました。で、もしもわからなければ、もう最初にこうつけといた方が分かりやすいので、引き抜くところを目印に今つけておきました。はい。で、その次からなんですけれども、その次、長々編みを編んでいこうと思います。長々編みの表引き上げ編みを編むんですけれども、今立ち上がったところはこの目になります。ここ今鎖、細編みを編んでこう引き抜いたところ、ここの同じ目なんですけれども、ここのところのその次の目、ここのところに長々編みなので2回ぐるぐるとかけます。で、この足をこうすくうような感じで表から入れて、次の目を裏から表にこう出します。で、出したら引っ掛けてきて引き抜く。で、2本ずつ引き抜いていくので、かけてから最初の2本を引き抜いて、で、かけて次の2本を引き抜きます。で、最後にかけてから2本を引き抜く。これで
長々編みの表引き上げ編みが編めました。はい、そしたらその次なんですけれども、ここの3目を交差編みで編んでいきたいと思います。まず最初は真ん中のところ、ここに長々編みの表引き上げ編み、これみたいな感じでやるんですけど、長々編みなのでぐるぐると2回引っ掛けて、1つ抜かしたこの次の目に足を入れて、そして長々編みを編みます。引き出してきて、最初の2本を引き抜く。で、次の2本を引き抜く。で、もう一つ最後2本を抜きます。はい。で、できたら、この次の目、ここにまた長々編みです。ぐるぐる2回引っ掛けて入れます。で、かけて引き出してきて、最初の2本を引き抜きます。で、次の2本を引き抜いて、最後次の2本を引き抜く。はい。こんな感じで長々編みの表引き上げ編みができました。そしたら次の目を今度ここバックして、ここをこう長々編みの表引き上げ編みをしたいと思います。まず最初にぐるぐると2回引っ掛けます。で、表引き上げ表引き上げをした真ん中の何もしてない目、ここのところに今度はバックで戻って、こんな感じですくって引き抜いて引っ掛けて引き抜いていきます。で、最初の2本を引き抜いて、でかけて次の2本を引き抜く。でかけて次の2本を引き抜く。はい、こんな感じで交差できました。はい、そしたら次の目がまた長々編みの表引き上げ編みになります。で、今ここ交差編みで編みましたよね。一番2番目にですね、1番目2番目3番目と編んだと思うんですけど、この隣、この目に長々編みの表引き上げ編みをしたいので、ぐるぐると2回かけて、この目ですね、ここのところに入れて、長々編みの表引き上げ編みを1目編みました。はい、でその次のこの2目、ここ今引き上げ編み しましたよね。その次の2目っていうと、この上とこの上、この2目が普通の長編みを編みます。かけてから入れて引き出す。で、2本を引き抜いて2本を引き抜く。これで普通の長編みです。かけて次の目にも入れます。で、引き出してきて2本を引き抜いて次2本を引き抜きます。はい、これで一模様みたいな感じですね。ここの長々編みの表引き上げ編みから今のこの長編みまで1234567ですね、7目一模様になってます。ちょっとこれは関係ないんですけれども、ここからここまでこれが一模様になってます。なのでですね、まず最初に長々編みの表引き上げ編みです。ぐるぐると2回かけて入れたその次の目っていうとですね、ここの下をずーっといくとこの目になりますよね。ここのところを長々編みの表引き上げ編みをしたいと思います。はい、しました。そしたらその次の目の時にはこう真ん中、3目の真ん中に入れました。ここ123目中のこの真ん中、これ1個残した次ですね、ここのところに長々編みを編みました。次に編んだので、ここで長々編みの表引き上げ編みを編みます。で、次ぐるぐると2回引っ掛けて、この入れたところのその隣に入れました。はい、そしたら最後ここの間ですよね、引き上げ編みをしたこの間の抜かした目、ここのところを最後にぐるぐると2回引っ掛けて表引き上げ編みをします。できたら、今ここしたら次表引き上げ編みだったと思うので、ぐるぐるとかけて、ここが2番目にこう引き上げ編みをしたところになるので、こうかけてますよね。ここのところかかってると思います。そのお隣さんの目、ここが表引き上げ編みになります。長々編みの。なので長々編みの表引き上げ編みを編みました。
で、編んだらその後2目は普通の長編みです。この隣の目のこの細編みの上、細編みの上じゃないですね。この隣の目のその上の細編み。ここに長編みを2目、1回、2回、はい、2目編みました。っていう繰り返しになります。はい、ぐるっと一周編んできました。で、最後の目、一つ残ってると思うんですけれども、ここのところが長編みになります。で、最初長編みになったので、長編みのような立ち上げで長編みとみなしているので、ここのところ、これに引き抜いて、この模様編みがつながったような感じになります。はい。これでこの段終了になりました。はい。では次、上の段です。鎖をまず1つ立ち上げます。で、次の段はまた細編みをぐるっと一周編んでいきます。まず引き抜いたところの根元に入れて、で、細編み。で、わからなければ細編みの頭に段数マーカーをつけておきます。はい。で、このまま一周ぐるっと細編みを編み入れていきたいと思います。はい。ぐるっと一周編んできました。そしたら次、上の段に行きたいと思います。はい。では次、上の段は、2段下、この模様編みを編んだところ、ここと同じような編み方をしていきたいと思います。まず、立ち上がりは長く引き出した立ち上がりで立ち上がっていきたいと思います。はい。で、立ち上がってわからないときには、この最初のうちにこう、つけておいた方がわかりやすいと思うので、段数マーカーをつけておきます。はい。で、これがここの目ですよね、この目。ちょっと斜めにこう傾いてきちゃってるんですけど、この目がここになります。で、その次の目、ここのところを長々編みの表引き上げ編みをします。もう前段と一緒です。けど、ここを引き上げるんじゃなくって、この下の、この細編み、ピラッとめくると、ここに細編みがあると思うんですね。ここを引き上げたいと思います。なんて言うんですかね、だから。表引き上げ編みだけど、その下のここを引き上げるっていう感じになります。ここを引き上げると、ここでもいいんですけど、なんかこの間がちょっと開くのがすんごい気になっちゃって、私。だったらもうこの下の目をこうすくった方がちょっとマシになるんかなと思ってこうします。表引き上げ編みじゃない、長々編みの表引き上げ編みなので、2回ぐるぐると巻きました。で、ここのところの下ペロッとめくったところのこのとこですね。もう隠れちゃってるんですけど、このところの細編みの足。こう見るとここにありますよね。ここのところをこうすくいます。これの下。はい。すくって、ここで長々編みの表引き上げ編みをしたいと思います。そうすると、ここが、間が、さっきよりかはマシになるというか、あまり全然わからないと思うので、このやり方で、この上以降はそういうやり方でやっていきます。はい。で、その次、ここ3目交差して編んでると思うんですけれども、その時はぐるぐるとかけて、もう同じです。最初はこの真ん中のところをこんな感じですくいます。で、すくって、表引き上げ編みをします。で、その次はその左をやったと思うので、ぐるぐると2回引っ掛けて、その左のところの表引き上げ編みを表引き上げ編みをします。はい。で、その次はここになります。3番目。こうなってるうちの一番右のこのところ。ここをしたいので、ぐるぐると2回引っ掛けて、一番右のこの長々編みの表引き上げ編みをしたところに入れて、これで長々編みの表引き上げ編みをしていきたいと思います。そうするとちょっとねじれた感じになってきてるかなと思います。ちょっとなんかこうぐるんとねじれてる感じ。はい。で、その次が長々編みの表引き上げ編みを1回したと思うんですけど、ここのところもピヨッとめくると、ここに細編みが見えると思うんですよ、ここに。ここのところをすくっていきます。ぐるぐると2回引っ掛けて、ここの下、
もうそのまま入れるとその下が細編みの頭になっているので、ここに入れて、それで長々編みの表引き上げ編みをします。はい。で、その次2目が長編みだったと思うので、かけて普通に長編みを1回で、その隣も長編みを編みます。こんな感じでもうずっとこの上から上がっていきたいと思います。はい、ぐるっと一周編んできました。で、今こんな感じになってるんですけれども、この次の上の段っていうのは前々段に細編みを編んだと思うんですよね。なので、この模様編みを編んだ次の段っていうのは必ず細編みを一周編んできます。で、鎖を今一つ立ち上げて、根元の引き抜いたところから一周ですね、細編みを編んでいきたいと思います。で、細編みを編んだ次の上の段っていうのがまたこの前段のこの模様編みになるので、それをもう繰り返し繰り返しこう重ねていくだけになります。はい。で、今ここまで編んでるのと、ですね、これ試作というか別で母にあげるようにこれ編んでるのがあるんですね。先にこれちょっと同じ感じの編み方で編んでるんですけど、今ここまで編んでるのがあります。ちょっと分かりますかね。これ暗い色だったので、ちょっと分かりますかね。画面では見えるかなとも思うんですけど、こんな感じですね。ここのところがねじねじなってて、その横が引き上げ編みでなってます。で、その真ん中が何も編んでないので、ちょっとポコッとへこんでる長編みの状態ですよね。っていう感じでやってます。はい。結構ね、こっちの色の方がね、素敵な色なんですよね、これ。カラーナンバー、これは9番です。私がかぶっても全然違和感なくいけるので、これメンズでもレディースでも結構ね、無難な紺色なんですよ。この明るい紺っていうんですかね。この色だったらどなたでもいけるので、もしもよかったらこちらの色でも試していただけたらなと思います。はい。ではですね、これからこの上ずっと段数を上げていって、で、また上まで編んだらまたご紹介したいと思います。はい。下から上まで17段編んできました。で、今こんな感じになっていて、長さをですね、測ってみると、上から本当の下までだったら 17.5 センチ、18センチぐらいで、ここまでだったら14センチぐらいですかね、の高さになってます。で、ここからなんですけれども、ここからちょっと減らし目をしていって、ちょっと綺麗な形になるようにしようかなと思います。はい、次18段目です。で、減らし目をしていくんですけれども、まずは鎖を一つ立ち上げて、次、今長編みを編んだ、その次の段になるので、ここは細編みでずっと編んでいくことになります。で、細編みで編むときに、2目一度の減らし目をしていきます。鎖をまず一つ立ち上げて、根元はまず細編みで一つ編みます。で、段数マーカーをつけておきます。はい。で、つけたらですね、次と次、この2目を2目一度にします。で、1目普通に細編み、2目一度、1目普通の細編み、2目一度っていうのをずっとしていきたいと思います。で、その次が2目一度なので入れて引き出します。で、すぐ隣の目、ここにも入れて引き出す。で、3本かかってるのを一気に引き抜きます。はい。これで2目一度になりました。で、その次が普通の細編みを編みます。で、その次、隣2目を2目一度です。入れて引き出す。で、そのまま隣にも入れて引き出して、3本を一気に引き抜く。はい。これで2目が1目になりました。で、2目一度したので、すぐ隣が普通に細編み。で、次が2目一度。そのまま入れて、3本を一気に引き抜く。っていう感じで2目一度普通の細編み、2目一度普通の細編みっていう感じで繰り返し最後まで編んでいきます。はい、ぐるっと編んできました。あと2目残っていて、今普通に細編みだけ編んだので、最後は2目一度で終わります。で、引き抜いて、で、最初の細編みの頭に入れて、で、引き抜きます。はい、これで18段目の終了になりました。
はい、それでは次上の段に行きたいと思います。で、次も2目1度と、あと細編みで減らし目をしていきたいと思います。鎖をまず1つ立ち上げます。前段では細編みから始めたと思うんですけど、次は2目1度から始めたいと思います。なので、今この引き抜いた目に入れて引き出して、で、次その隣の目に入れて引き出す。で、3本を一気に引き抜いて2目1度になりました。で、ここを目印に段数マーカーをつけておきます。で、2目1度した次が普通の細編みにしたいので、細編み。で、その隣が2目1度です。引き出して、その隣も入れて引き出す。3本を一気に引き抜いて2目1度にしました。で、その隣が細編み。っていう感じで、ずっとここもぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと編んできました。で、最後1目余ってるんですが、その前で2目1度をしているので、最後の目は細編みで終わります。はい。で、最初に段数マーカーをつけていたところに引き抜きます。はい。これでもう一回減らし目をして、ちょっとキュッとなったと思うんですね、ここのところが。はい。これでこの段の終了です。はい。それでは次、上の段に行きたいと思います。で、前段、前々段と細編みで減らし目をしていったと思うんですね。で、ここの、なんていうんですかね、間がこう、模様がないので、次で模様を作っていきたいと思います。で、まず引き抜いたところに、ちょっと今、こう、ダンスマーカーをつけておきますね。で、やり方としては、今までこう鎖で3目で立ち上げていらっしゃった方は、ちょっとやりづらいかもしれないんですけど、ここで、この模様編みしたところ、ここと一緒にこう、つなげるような感じでも、最初に立ち上げと引き抜き編みをもういっぺんにするっていう方法でやっちゃいたいと思います。長く伸ばしてもらって、ぐるっと引っ掛けて、ここ押さえたままです。で、そのまんま、ビヨーンとここの前段のところ、前々前段ですね。引き抜き編み、引き上げ編みしたと思うんですけど、ここにビュッと入れます。で、もうやり方あとは一緒で、こうかけて引き出してきて、で、最初の2本をかけて引き抜きます。で、次引き抜くっていう風なやり方でやってもらうと、引き上げと、あと立ち上がりがもういっぺんにできちゃうので、これでもうやっちゃいますね。はい。っていうのが今、この目ですね。ここがもう最初のスタートの引き抜いた目ですよっていう目印でちょっとこれ今つけときました。で、その次、この目になると思うんですけど、この目をここに引き上げにしたいと思います。長々編みの表引き上げ編み。なので、2回長々編みなのでかけて、で、ここに入れるんですけど、その時にいつもこの細編みのとこを入れてたと思うんですよ。ペロッとめくったところの下のところ。なので、これも同じように、細編みのこの足をすくって、引き上げ編みをします。長々編みの表引き上げ編み。っていうのがこの目ですよね。今入れたところの次の目。で、その次の目って言ったらここになると思うんですけど、ここのところを2目1度にここにしちゃいたいと思います。2目1度の引き上げ編みっていうか、ここ3本あったと思うんですけど、1、2、3。ここに1本目。これですよね。で、2本目。これ。で、3本目あったと思うんですけど、この1本は無視して、こことここ、2つ横のところですね。真ん中と、それから左。ここのところを引き上げ編みをしてやりたいと思います。ということはですね、ここの目ですね。ちょっと目印つけとこう。ところが。はい。今この目に行きます。ぐるぐると2回かけて、で、このところ。2本ですね。こんな感じですくいます。こっちだとこう2本かかってるの分かると思うんですよ。これをですね、一気に引き上げて、2本抜いて、2本抜いて、2本抜いてで引き上げ編みをしますっていうのがここの目です。はい。で、その次の目って言ったら、この隣の目、ここになると思うんですよ。ちょっと移動させますね。ちょっとわかるように今段数マーカーでちょっとやっていくんですけど、次はこの段数マーカーついてるところです。
で、それがこの下の引き上げ編みになるので、ぐるぐると2回かけて、ペロッとめくったら、ここも細編みの頭がここに見えます。そこのところに細編みの足に入れて、同じように引き上げ編み、引き抜き、引き上げ編み、長々編みの表引き上げ編みですね。をしたいと思います。っていうのが今この目です。はい。で、次その目、次の目。っていうと、今度はここになります。で、ここのところも長々編みの表引き上げ編みをします。1個ずつ段数マーカーこうやってつけていくとわかるので、今こんな感じでやってます。で、もしもわからなければ一つ一つこうつけていっていくと、あ、今ここ終わったな、次ここだなっていうのがわかるので、よければそんな感じでやってみてください。っていうのが今ここの長々編みしたところです。で、その次っていうと、ここになりますよね、次の目。っていうとですね、今度はここですよね。ここのところを引き上げ編み。なので、ぐるぐるとかけて、この2本、1、2、3本あるうちのこの真ん中の2本だけを引っ掛けて、これで長々編みの表引き上げ編みをしました。はい。で、次っていうと、そのお隣、ここに行くと、ぐるぐる、次ここですよね。なので、細編みの足をすくって、表引き上げ編みをしちゃいます。はい。やっとここまで来ました。ここまで来たらもうわかると思うんですよ。こんな感じで1本上げて、ここは2目1度にする。2目1度というか、この3目をこの1本だけにする、まとめるみたいな感じなんですけど、これはなしで、ここの2本だけをするようにします。で、その次って言ったら、ここの引き上げ編みになるので、ここのところを足をすくって、細編みの足をすくって、長々編みの表引き上げ編みをします。って言ったら、その次はもうここになるっていう感じでもうわかると思うので、これをやったらここを引き上げる。次これをする。次これをするっていう風な感じで、この模様編み同士をこう引き上げていくような感じになると思います。そうすると、ちょっと今こんな感じになってるんですけれども、だんだんとこうつながったような感じに見えていくかなと思うので、綺麗に上まで上げていこうと思うので、こんな感じでですね、ちょっとあともうちょっとあると思うんですけど、半分ぐらいまでいったかな。半分もいってないんですけれども、こんな感じで同じようにぐるっと編んでいただくとつながっていくので、このまま編んでみてください。はい、ぐるっと一周編んできました。そしたらあともう1目残ってるかなと思います。なので1目のところ、一番最後の28目目のところに細編みを1つ編んで、そして最初にこの段数マーカーを入れたところ、立ち上がりのところに引き抜きます。で、ちょっとキュッと締めておいて、はい、これでこの段終了になりました。はい、それでは次上の段は細編みを編んでいこうと思います。で、細編みを編んでいくというのもですね、普通に単なる細編みを編んでいくんではなくって、ここ見たらすごくこうふわふわふわってなってるじゃないですか。で、このつなげたところの引き上げ編みのところはこう細編みの足を拾ってあげてるので、そんなに気にならないと思うんですけど、あと全部こうなっているので、このやった同士のこの目をですね、合わせるような感じでここのところに入れて細編みを編んでいきます。で、まず最初ですけれども、一番最初鎖をまず一つ立ち上げます。で、根元のところ引き抜いたところと、この段数マーカーつけておいたところがまず、引き抜いたところですよって、目印でつけておいたと思うんですね。なのでここのところ同士をまず最初に細編みを編んで、でまた段数マーカーを戻しておきます。でもここからはもう一緒です。次の目とでまた次の目を合わせて細編み、次の目と次の目を合わせて細編みっていう感じで、この目と目を合わせる細編みでここはぐるっと一周編んでいくとひっつくので、ここのところがこうひっついた感じになるので、これでここを合わせるような感じでぐるっと細編みを編んでいきます。
はい、ぐるっと編んできました。で、最後の目は普通に細編みを編んでいたと思うので、ここのところはまあ普通に細編みを編んで、そして最初の細編み合わせたところですね。ここのところに引き抜きます。で、ちょっとキュッと締めて、これでこの段の終了になりました。はい、それでは次上の段に行きたいと思います。で、上の段でまた2目一度をしたいと思います。鎖を1つ立ち上げて、まず根元には普通に細編みを1つ編んで、それでまた段数マーカーをつけておきます。で、前々段というか2目一度したところあると思うんですけど、そこと一緒です。細編みを1つ編んでから次の目が2目一度です。で、その次が普通に細編み。で、その次が2目一度。で、すぐ隣が細編み。で、2目一度っていう感じで、ここはぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと編んできました。最後は細編みで終わっていると思います。で、次。ここに引き抜いてですね、これでこの段終了になりました。はい、それでは次、上の段に行きたいと思います。で、次、上の段はですね、同じような感じで、ここ2段細編みを編んでいて、ここに模様が入っていないので、長々編みを編んで、模様を作っていこうと思います。で、一番最初は、やったような感じで、こんな感じで長く引き伸ばして、ぐるんとかけて、ここですね、引き上げ編みをしたところに入れて、長々編みのを編むような立ち上げですねを編みます。で、ここのところを段数マーカーをつけておきます。はい。で、その次の目がここ2つを一緒にこうして長々編みの2目一度ではないですけど、ここに引っ掛けて長々編みを編みたいと思います。ぐるぐると2回引っ掛けて、この目とこの目、これをですね引っ掛けて長々編みを表引き上げ編みを編みます。はい。っていうのが今この目でした。ちょっと説明用に言うと、この目で次がこの目ですよね。その隣の目、それを普通の長々編みでしたいと思います。でもここ細編みでこうすくうのももうめんどくさくなってくるので、ここ細編みでちゃんとつないでるんで、もうそのままここ入れていただいて、足だけすくうような感じでここ大丈夫です。はい。っていうのが今この目でした。で、その次の目。今段数マーカー入れたところ。これが、こことここを長々編みでつなぎます。2回引っ掛けて、そのままこことここ2本入れて、これで長々編みの表引き上げ編みをしたら、次ですね。次の目っていうと、ここになります。はい。次が今2つ1本にしたので、次が1本だけです。長々編みの表引き上げ編み。はい。で、その次っていうとここになります。ここのところがぐるぐるとかけて、今1本したので、次2本をいっぺんにっていうことで、この目と、でからこの目。ここをいっぺんに引き上げます。で、隣の目、次の目っていうのが、今2ついっぺんにしたので、次は1個だけ、1本だけです。ここだけを引き上げます。で、その隣、ここになるのは次は2本ですね。ここ。ぐるぐるとかけて、この2本を1本にしちゃいます。はい。で、こういくと次が1本、2本。で、1本だけ。次が2本。っていう感じで、ここぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと編んできました。で、最後この目、1目だけ残ってるんですけど、この目がもう普通に細編みで終わりたいと思います。で、最初に引き抜いたところっていうのが、引き抜くところがこの段数マーカーをつけておくところになるので、ここのところに入れて、で、引き抜きます。
でキュッとちょっと締めて、はい、これでこの段終了になりました。だんだんこうなってきたと思うので、あともう少しですね。あともう少し編んで終わりになります。はい、それでは次上の段に行きます。で、上の段はもう普通に長編みを編んでいきたいと思います。で、普通の長編みなんですけど、立ち上がりはこの方法でぐるっとして編むんですが、この根元のとこですよね。普通は根元のとこに入れると思うんですけど、その前の段でここが入れますよっていう目印つけといたと思うんですね。一番最初の引き抜いたとこです。なので、こことここと一緒に長編みを編みたいと思います。長編みの立ち上げ方法。でもしもめんどくさかったらもうこれ1本だけ、今のこの後ろの目はもう拾わなくて、前だけでも全然大丈夫です。はい。で、できたらダンスマーカーをつけておきます。はい。できたらその次の目こことなると、次の目っていうと後ろでなるとここになるんですね。今ここのところをしたので、その次がここになります。ここっていう風な感じで、こことここ前の時には細編みでつないだと思うんですけど、もう上なので長編みでもうやっちゃいたいと思います。で、かけて長編みなので、その入れた隣の目と後ろの隣の目、向かい合わせになってるのでわかると思うんですけど、これで長編みで、次隣も前のところと、後ろのところというか前段とですね合わせるっていう感じでこう合わせていきます。はい、ぐるっと編んできました。で、最後の1目はもう細編みだけでこう編んでたと思うので、最後はもう普通に細編みの頭に長編みを編みます。で、長編みの立ち上げをしたところ、ここのところに引き抜きます。はい、これでここまで来て、これでもう完成になります。結構上までいったと思うんですけど、はい、それでここもう終わりになるので、ちょっとここのところをこうぐるっとかがる分だけを残してカットします。で、ちょっとスルーっと抜いて、でですね、とじ針に糸を通します。で、穴のところもうここにあると思うので、この頭同士をこううじゃうじゃうじゃっとこんな感じでで、一瞬回ってきたので、もうちょっとぐらいちょっといきますね。こんなもんぐらいいったらですね、ここをちょっとギューッと引っ張ると、ここがこうちっちゃくなるので、なったところでちょっと裏に出します。裏にこう針を入れて裏で処理します。表で処理しても上だからわからないかもしれないんですけど、よいしょ、裏を向けてですね、ここ狭まってるとこですよね。ここのところ狭まってるところにまた中心に同じような感じでこう刺していきます。これを際でカットして出来上がりです。で、あと他にこう糸処理するところあると思うんですけれども、それも内側に適宜なところに入れていただいたらいいかなと思います。
はい、中を糸処理もしてきました。こんな感じです。で、上のところはこういった感じですね。はい、こんな感じに出来上がってですね、最後に大きさを測っていこうと思います。横がだいたいこんな感じで測って24センチぐらいで、上から下までを測ると21センチぐらいですねの大きさになってます。今回はこんな感じのですね、かぶりやすい、本当にかぶりやすいような感じのニット帽編んでみました。普段使いにぜひ編んでかぶっていただけたらなと思います。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録をまだの方はぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。